Hi, how are you? こんにちは、みずきです。皆さんお元気ですか？はい、ありがとうございます。私は今日も元気です。はい。ですね、ちょっと数日前まですごい寒かったんですけど、もう今日ですね、急にめちゃめちゃ暑くて、もうやっぱりあれですね、春はすごい暑くなったり、ちょっと寒かったり、あまり気温が安定しないなと思います。はい。みずきチャンネル登録お願いします。今日は何を喋ろうかと思ったんですけれども、この間、ディズニーランドに行った時のポッドキャストの動画を出しました。はい、まだ見てない方はよかったらそちらも見てください。はい。で、その後ですね、実はディズニーランドに行った後に熱海にも行きました。はい。で、なので、ディズニーランドのポッドキャストと同じように、最初にちょっと話して、で、最後に熱海の時の写真とか動画をまとめて載せようかなと思っていたんですけれども、はい。なんとですね、スマホのカメラロール見返しまして、あれ、ディズニーの時よりも写真、動画、めちゃめちゃいっぱいあるなと思いました。はい。なので、ちょっと話して、その後に全部載せたら、すごい長い動画になってしまいそうなので、ちょっとですね、また形式を変えます。はい。なので、今回は、写真が中心にはなってしまうんですけれども、ね、Vlog と言っておきながら、はい、動画は少ないかもしれないんですけれども、ちょっと写真とか動画を見せながら、で、私は音声だけ話そうかなと思います。はい。なのでね、せっかくなので皆さん、熱海の写真とか動画をたくさん見ていってください。はい。じゃあ、私は一旦ここで画面からは消えますが、皆さん引き続き写真とか動画とか見てってください。はい。まず、熱海1日目はモア美術館に行きました。こちらはですね、重要文化財や重要美術品などがたくさんある美術館です。で、海も近いので景色が本当に綺麗で、外の空気も本当に美味しかったです。はい。で、歴史的な絵ですとか壺などですね、本当にいろいろなものが多く展示されていました。皆さんは美術館に行ったらどんなものを特に見ますか？私はですね、なんでかわからないんですけど、こういう昔の神様ですとか昔の人の像に特に興味があったみたいで、気づいたらたくさん写真を撮っていました。はい。なので私的にはこの美術館はすごい静かにゆっくり楽しむことができてよかったなと思います。はい、こちらですね、南蛮美術という綺麗な絵もありました。はい。で、その次にですね、ちょっと移動しまして、次は熱海の美味しいものをいろいろ食べてきました。はい、この熱海悟り本店というところでは、まず抹茶クレープを食べました。はい。で、こちらの一番有名な商品というか、一番人気と書いてあったのが、この手前にあるですね、抹茶クレープです。で、これ、びっくりなんですけど、生地だけなんですよね。中にクリームですとかフルーツは一切入っていませんでした。抹茶のクレープ生地にナッツが少し混ざっている生地だけのものです。はい。なんですけど、私はちょっと欲張りなので、いろいろ入っているものを頼んでしまいました。はい。でも、この生地だけの方を少しもらったら、パリパリで本当に美味しかったので、こっちにすればよかったなって後悔するぐらいでしたね。はい。なので、もし行った方は、まずこの生地だけの方を食べてみてもいいんじゃないかなと思います。はい。で、続いてこちら食べました。こちらはですね、丹那屋というお団子屋さんです。で、そこの海苔章というお団子を食べました。はい。海苔章というのは海苔と醤油ですね。はい。醤油味の柔らかいお団子に、こういう
細かく刻んだ海苔がたくさん乗ってました。はい。で、これがですね、柔らかいお団子と醤油と海苔がものすごく合っていて、めちゃめちゃ美味しかったです。はい。なんで、こちらもおすすめです。はい。そしてこちら、海鮮ですね。熱海は海鮮ですとか、お寿司も結構ね、有名ですね。はい。で、このアワビ串、ホタテ串、最高でした。はい。今までは私、アワビってそんなに好きじゃなかったんですけど、今回このね、串に刺さってるアワビ、食べてみて、もうびっくりしました。バター醤油がね、すごい合っていて、もうめちゃくちゃ美味しかったです。はい。今回でアワビ大好きになりました。はい。で、もちろんホタテも美味しかったですし、寿司の握りもめちゃめちゃ美味しかったです。そして続いてはこちらです。熱海バターあんというお店で、温かいパンにあんことバターが入ったものを食べました。はい。個人的にはですね、今回これが一番好きでした。もうね、動画見ていただいたらわかると思うんですけど、あったかいパンを半分に割ると、その中にあったかいあんこと、あとちょっと溶けたバターがたっぷり入ってるんですよ。これがもうね、たまらなかったです。はい。でも一つ注意点があるんですけど、そう、お土産として何個か持って帰ったんですよ、お家に。で、次の日電子レンジで温めて食べたんですけど、それがね、ちょっと温めすぎまして、バターがもう溶けすぎて、食べる時にですね、液体になってしまって、ポタ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 垂れながら食べてて、ちょっと残念なことになってしまったので、はい、これはもう私のせいです。はい。ちょっとなので、皆さんもし持って帰って電子レンジで温めてから食べるよっていう方は、あまり温めすぎないように気をつけてください。はい。でもうね、食べ過ぎですよね。はい。本当にね、たくさん食べたんですけど、こちらで食べ物編最後になります。はい。これは熱海プリンです。もう名前そのまんまなんですけど、熱海で本当に有名なプリン、熱海プリンです。はい。これは、そうですね。よくあるプリンよりちょっと柔らかめでクリーミーな感じのプリンでしたね。はい。で、私、これも本当に大好きなんですけど、なんでしょう。卵の味を結構感じられるような、美味しい美味しいプリンでした。はい。そして、その後ですね、夜ご飯を食べに行く前に、一度、ホテルにもう先に行って荷物を置きに行きました。はい。で、今回泊まったのが熱海シーサイドというホテルですね。はい。で、こちらもね、すごくシンプルで広くて綺麗で素敵なお部屋でした。うん。こうね、大きめなベッドが置いてあったりですとか、あともうなんといっても、このホテルから見える景色ですよね。はい。海がね、目の前にあったので、もう昼も夜もすごい景色が良かったです。はい。また後ほどね、夜の景色も写真あるので、ぜひ見てください。と、夜の話をしているところで、はい、夜の写真になるんですけれども、こちらは、はい、熱海桜ですね。熱海の桜です。ね、はい、私、愛知県に住んでるんですけど、愛知県の桜よりちょっと早く咲いてました。はい。で、夜桜、いいですよね。夜に見る桜、ね、夜桜って言ったりするんですけど、この熱海で見た夜桜もすごく綺麗で、ね、心がなんだか潤いましたね。はい、すごく癒されました。ライトアップされていて、すごい綺麗でしたね。うん。はい。で、桜を見た後に、夜ご飯食べるところに着きました。はい。こちらもですね、美味しいものたくさんありました。もうね、食べて食べての旅なんですけれども、夜ご飯もね、たくさん美味しいもの食べました。そう、そう、おでんですとか、これは、マッシュルームに、なんだろうな、マヨネーズと、あとハムが入って、アヒージョになったものでした。そう、個人的にね、これ一番美味しかったです。はい。ですとか、あと、卵とじゃがいもに
チーズがかかったものですね。こちらも本当に美味しかったですね。自分ではなかなか作れないような卵焼きだったので、食べれて本当にね良かったなと思います。はい。で、そうディズニーランドの Vlog の動画を見てくださった方は知ってるかもしれないんですけど、この旅行ですね、まず私の誕生日旅行ということでディズニーランドに行って、で、その次の日に熱海に行ったんですけど、でこの夜ご飯食べたお店でですね、なんと私のパートナーが誕生日プレートを予約してくれていたみたいで、はい、ハッピーバースデーっていうね、そう誕生日のプレートを店員さんが持ってきてくれました。はい。でこちらそう店員さんが誕生日おめでとうっていう歌をね歌ってくれたりですとか、写真を撮ってくれたりしました。はい。ちょっと緊張しているかもしれないんですけど、見てください。はい、ありがとうございます。写真撮ったら一緒に歌いますか？その後ホテルに戻りました。はい。でここでまたサプライズをしてくれたんですけど、もうほんとねめちゃめちゃびっくりしました。はい。これでね年齢がバレちゃうんですけど、26歳になりました。で実はですねその私のパートナーがこの誕生日プレゼントを車のトランクに置いていたみたいで、それを何だったかな、ちょっと忘れ物したから取りに行ってくるって言った時があったんですけど、でその後ですね部屋に戻ってきて、でまだね何を取りに行ったかは知らなかったんですけど、なんとトランクを開けた時に眉毛の上ですねちょっと切ってしまったみたいで、血を垂らしながら帰ってきました。はい。でちょっとすごいねびっくりして、いろいろ絆創膏を貼ったりね処置して、血が止まったのでよかったんですけど、はいっていう感じでちょっとびっくりしたっていう思い出もありましたね。はい。でその時はねすごい心配だったんですけど、その後はい、そんな怪我をしながらもちゃんとこうサプライズをしてくれて、すごいね、頑張ってくれて嬉しいなって思いましたね。はい。その後ねちゃんと、はい、血もしっかり止まって治りましたんで大丈夫なんですけど、はいというところでですね。はい。で、そのホテルに泊まって、でその次の日が最終日でした。はい。なので熱海に2日間いましたね。はい。で、最終日で、先ほどね、言ったと思うんですけど、ホテルの目の前が海だったので、ちょっと朝、海に行ってから次の場所に移動しようというところで、海をですね、見に行きました。やっぱりね、この海いいですよね。海本当に綺麗でね、癒されましたね、たくさん。で、最後、愛知県に帰る前にですね、赤尾フォレストっていう場所に行きました。ちょっと噛みましたね。はい。で、赤尾フォレストっていういろいろな植物ですとか、お花があったりですとか、あとは写真を撮るスポットとか、あとカフェとかですね。はい、いろいろなものがある場所でした。で、そういろいろ景色見たりですとか、自然を楽しんで癒されました。はい。なんでこちらの写真もよかったら見ていってください。はいね、日本のお花いろいろありますけどね、皆さんはどんなお花が好きですか？一番有名なのはやっぱり桜ですかね。はい。でもそれ以外にもですね、いろいろな綺麗なお花ありますので、よかったらね見てみてください。でまたそうですね、フォトスポットで写真を撮りました。はい。でその後このね、なんかちょっとその時思いつきで急に動画を撮ったりもしました。ちょっと変なことしてますね。はい。特に意味はないんですけど、なんか面白そうだなと思って動画撮ってみました。はい。で、はい、その後もそうですね、景色を見たりですとか、お花を見たりですとかでして、帰ってきて、最後にですねカフェがあったので、そのカフェもちょっと寄ってみました。
いろんなお菓子ですとか、あとコーヒー豆が売っていたので、そういうの好きな方はいいかもしれません。はい、というところで熱海旅行でした。はい、で最後にですね、静岡県から愛知県に帰りましたので、富士山が車から見えました。はいね、天気良かったんで富士山が最後に綺麗に見えて、これもねすごいいい思い出になりましたね。はいはい、皆さん写真動画たくさんねあったと思いますが、見てくださってありがとうございました。はい、どうでしたか？熱海に行きたくなったよという方はいますか？もしいてくださったら嬉しいです。はい。で、今回もですね、たくさんいろんな日本語があったかなと思いますので、もしわからない日本語がありましたら、何回も何回も聞いてわかるまで練習してみてください。はい、それではこの動画を見て熱海にちょっとでも行きたくなったよという方はですね、チャンネル登録とグッドボタンとコメントよければよろしくお願いします。はい、それではまた次回お会いしましょう。はい、プレプリで私ですね、レッスンやってますので、よかったらそちらにも遊びに来てください。はい、じゃあまたね。See you later. バイバイ。